こんにちは、グリプトです。未だに出先なんで、音声また悪いかもしれませんけども、FOMC、米雇用統計を前にですね、ビットコインは下落してます。ただ、明るい話題も何個か出てますんで、また細かいところを見ていきたいと思います。本日の主なラインナップはこちらになってます。それでは本日のポジネガファンダー、チャートなどまとめてみていきたいと思います。ビットコインは現在11万7900ドルあたり推移しています。発表された指標の方では、各米債の入札結果などがありました。で、利回りが期待以下でドル安要因になってるんですけども、先週末から相対的にドルが強い展開が続いてまして、ドル円は 148.5 円台と続伸してます。で、またトランプ大統領のロシアへの停戦合意期待短縮もリスクオン要因になってるんですけども、米株指数は、ほぼ現状維持となってますね。で、ただ、それに対して、仮想通貨関連株、トレジャリー株は、総じて弱い印象があります。で、あと、市場全体に影響しそうなところでは、今日明日あたりに、米政府の方からデジタル資産に関する報告書が公表予定ということで注目されています。内容としては、米国のビットコイン準備金の件や税制問題などが記載されていると見られてまして、仮想通貨関連の米国の対応に進捗があるんじゃないかということで、期待されてますね。あと、先日から注目されている、米国の退職金積立制度 401K プランに仮想通貨が組み込まれるんじゃないかというところも、未だに注目されてますね。で、これらの進展があると、市場が押し上がる要因になりますけども、進展がないとなると、また下への圧力になりますんで、これらの進捗がどうなるのか注目ですね。あと、個別株の方では、マイナーからトレジャリーまでですね、それぞれファンド出てまして、全体的に弱くなってるんですけども、強くなってるものは下3つくらいですね。トロンインクが普通株、優先株、ワラントを含めた混合証券発行申請を提出、最大10億ドルを調達してトロンの買い増しに充てるとしています。株価はプラス 13.0% となっています。あとは CA インダストリーズが 10X キャピタルと YZ ラブス主導で5億ドルのパイプオファリングを発表。ワラント行使で最大 12.5 億ドルの調達が見込まれてまして、米国最大の BNB トレジャリ企業を目指すとしています。株価もプラス 548% と高騰しています。対抗の先に BNB トレジャリ発表してたウィントは他同様下落してますね。あとは昨日メタプラネットが 780BTC 買い増しを発表してました。これで総ホイールは 17,132BTC となってます。あと講師進捗の任意開示もしてましたね。現在 15.4% となってました。で、先週末ですね、この1000円台の攻防になるのかなと思ったんですけど、昨日はビットコインがまだ11万9000ドル台だったんで、株価も1200円台回帰してましたけども、本日はですね、下落してるんで、ここでも耐えるようだったら単独でかなり強いですね。まだ私は楽観的になれないですけど、上抜けするようであれば、1400円台の攻防が視野に入りそうではあります。こちらも本日の動向に注目ですね。あと他では、トゥルースソーシャルのビットコイン ETF の可否が延期となっています。次回期日は9月18日となってますね。アルト ETF も順当に延期となってますけども、こちらの進捗にも注目です。昨日の ETF はまだ更新なしとなってます。ビットコインの先物の方では、OI は全体でマイナス 1.25%、850億ドル相当。オーダーブックの状況としては、上は11万9000、下は11万6300あたりが目立っています。今後の指標としては、本日、ベジョルツ、米コーパレスボード消費者信頼感指数、7月30日に米 DP 工事者数、FOMC パウエル議長の会見、7月31日に米 PC、8月1日に米雇用統計、米 ISM などが控えています。先週末はですね、先物の動向だったり、あと8万 BTC クジラ、売却完了ファンダー、そのあたりを見ると、週末に少しは楽観的になってもおかしくないんじゃないかという話しましたけど、昨日の午前中まで12万ドルの抵抗まで伸びて、その後落ちた展開になってるんで、市場も想定内の動きだったのかなと思います。
で、チャートだけ見ると、時間足の上値は更新してるんですけど、今週から週末の米雇用統計までですね、米指標ラッシュに入るんで、ビットコイン単体では何度か耐えてる11万5000のサポートあたりで耐えられるのかが焦点になりそうではあります。で、本日も23時に米上率、米コンファレンスボードを控えてますんで、それらの時間帯にもどのように動くのか注目ですね。そしてイーサーですね。イーサーの価格は現在3780ドル、BTC だっては0.0321。先物の方では、大和全体でプラス 1.11%、581億ドル相当。ETF はまだ更新なしとなっています。ドル建てでは下落してますけども、OI もまだ維持してまして、BTC 建てもまだ0.032と。短期サポートは維持してますけど、4時間足で終わってますね。また続伸となると、0.035 あたりが視野に入ってきますけども、こちらは続伸できるのか注目ですね。あとその他の動向では、米国のオンライン証券会社インタラクティブブローカーズがステーブルコインの発行を検討しているという報道が出ています。発行方法はまだ未定となってますけども、証券口座への365日24時間送金を目指しているとされています。先日から JP モルガンとかですね、ステーブル導入話題になってますけど、こちらの進捗にも注目ですね。あとアルト方面では、まずアバランチ関連ではですね、スカイのクレジットプロトコルグルーブがアバランチチェーン上で 2.5 億ドル相当の米国債トークンを展開することを発表してたり、あと水関連ではミルシティベンチャーズ3が死亡で 4.5 億ドルの調達計画を発表、資金の 98% を水の購入に充てると発表しています。あとはステーブル特化の L1 プラズマがトークンセールで 3.73 億ドル調達、当初の目標の5000万ドルと比べると7倍以上の調達ということで注目されてますね。こちらも上場後どのような価格をつけるのか注目です。アルトのチャート的には、水はですね、下落率では大きくなってますね。マイナス 9.0% と、ただサポートあたりになってます。まだ長期的にはトレンド維持してますけども、ここを下抜けするとなるとですね、3.6 ドルあたり視野に入ってきますね。こちらも反発できるのか注目です。で、あとはソルも、また200ドル超えられずに折れてますし、XRP も調整してますけども、一応まだサポートは維持してます。上は 3.6 ドルですけど、ここを下抜けすると、水平と節目の3ドルが視野に入りそうでありますね。こちらも反発できるのか注目です。今日はこのとこですかね。デジタル資産報告書がサプライズになるなら強くなりそうですけど、不発に終わるとですね、おそらく今週は耐えなきゃいけないフェーズになると思うんで、準備金あたりの動向でいい報告があるのか注目です。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。